ございます。今日は5日目か6日目なんですけど、ようやく趣味のスキムボードに行く装備をゲットしました。ということで、ウェットスーツと肝心のスキムボードを今日2つ選択したいと思います。昨日日焼け止めもゲットできたので、洗濯機もあるので徐々に揃えていったという感じです。ただスマホがまだないのでちょっと大きいんですけど、このカメラを持っていこうと思います。あとバイクもないので、今日はちょっと歩いて板を担いで行こうと思います。暑いな多分、でも久しぶりに海に入れるのでとても嬉しいです。それでは行ってきます。帽子も欲しい。本当はサングラスはいつゲットできるだろうか。行ってきます。今日で実験7日目かなになるんですけど、今日はバイクをゲットしました。でバイクのもろもろ必要なものっていうのはちょっとトータルでカウントしたいと思います。今日はちょっとイレギュラーな事態が発生しまして、朝から雨がたくさん降ってしまったので帽子が必要になりまして、帽子出すつもりなかったんですけど、これはいずれいるものではあったのでちょっと悲しいですけど、今日は帽子とバイクにしたいと思います。髪の毛だいぶ乾いたけどまだまだキシキシでもですね、これすごいんですけど、湯シャン意外といける。なんかびっくりしました。昔やった時も2日で結構嫌気がさしてたんですけど、
意外といける。でサラサラではないし、どっちかというとキシキシ、海も入ったしっていう感じではあるんですが、なんとかゆみと匂いが全然普通。それに驚きました。なんか物足りなさを感じていないところがあって、意外といけるんだなっていうのを感じています。ドライヤーも今なくてタオルもない状態なので、髪の毛の優先順位がかなり低いです。あと歯ブラシは持っているんですけど、歯磨き粉はなくって、これも面白いことにやっぱりね、きちんと磨くんですよね、歯磨き粉がない分。なので口の中の不快な感じっていうのは一切なくって、それと油シャンと同じものがあるのかなと感じました。シャンプーとかがなくて泡立たない分、しっかり丁寧にやっているからかなとも思ったんですけど、きっと一番は我が家シャワーヘッドをリファのものに引っ越してからしていて、それのモードを変えてパーッとゴーッと一点集中でやるやつ、毛穴とかきれいにしてくれるよっていうモードでやってるんですね、油シャンにしてから。多分それをやることによって汚れとか匂いが落ちてるんじゃないかなと思ってます。だから油シャンすごいっていうか、リファすごいというか、なんかそんなような感想です。そして今日はお昼をたくさん食べたので、夜食べずに、なので今日はもうこのままちょっとあと少し編集をして寝ようと思います。2階の部屋は昼間閉め切っていると南向きだったりするので、熱がこもってすごくあったかいんですよ。だからここのお部屋に来ると髪の毛が結構乾きます。いい加減ドライヤーか何かゲットしなきゃいけないなと毎日メモとにらめっこしているんですけど、ちょっと欲しいもの、必要なものがありすぎて、この季節に甘えてしまっています。それではまた明日。私は最初ミニマリストたけるさんがこの実験をしているのを見て、私もやりたい、リアルにできるんかと思ったんですよ。物の多さというより、なんか雑念が多いなって私暮らしてて思っていて、だから多分私にはまだまだ物が多いなっていうのは感じているんです。でも好きなものも多くてっていう葛藤をもうかれこれ何年もしていて、そういうのを一回距離を置いて自分を見つめ直すのにいいなと思っていたので、私もキャンプ好きだったり、可能だったらバックパッカーとかヒッチハイクで日本一周とかしたかったんですけど、そういうのってすごく好きなんですよ。どのくらい私は力があるのだろうかとか、どれくらい何があれば生きれるんだろうかとか、そういうやっぱり暮らしの実験っていうのが大好きで、物をあれこれやったりするのもそうだし、だからこの実験ってもうとてつもなく楽しいんですけど、防災訓練みたいな感じがします。実際にそんなシチュエーションない方がいいんですけど、あった時の訓練にすごくなるなと思いました。で、たけるさんはちょっとルールを変えていて、一日一つではなくて必要なものを順番に取り出すっていう形でやられていたので、今思うと私もそれでやればよかったなと思ったりもしました。ただ私はいろんなものを取り出してしまいそうだなと思ったり、もうちょっと細かく自分の優先順位、優先度を知りたいなと思ったので1日2つにしました。で、1日2つにした理由もありまして、そのたけるさんのチャンネルの企画で募集した視聴者さんの女性がいまして、その視聴者さんの女性もこのチャレンジをしたんですよ。本当にリアルですごく見ていて楽しかったです。で、それを見て、いや1日2つでもイレギュラーで物が必要な日があるんだと思って、ちょっと難しいかなと思ったんですけど、難しかったですそうだな、辛くはないんですけど、あまり厳しいっていうのが正しいかな。2つじゃ足りない、1日2つっていうのは。100日間のシンプルライフでは主人公が2人いて、2人チャレンジするんですね。なので結構競争みたいになっていて、お前これ使ってるじゃないか、これはいいだろう、ダメだろうみたいなちょっとバトルがあったりもするんですけど、そういう、ゲームをやっているわけではないので、私も無理せず
ごめんなさい、この後のね動画でいろいろ出てくるかと思うんですけど、ちょっとずつルールを改定というか柔軟に変更して無理なくやっていますので、皆さんご安心ください。何が優先かっていうのを知ることが優先なので、我慢してその時間無駄に過ごすっていうのは実験としてもったいないなっていうのがありました。なのでちょっとたけるさんの実験の要素も入れつつ、いいとこ取りでいい感じにやっていこうと思ってます。ということで今日のボーナスではね、ちょっといろいろ考えることがありまして、当初の予定